サリ切っちゃおうと思います。切っちゃうよ。はい、ホテルの山田です。今日はこの自分の髪をバッサリ切っちゃおうと思います。だいぶもう結構僕も伸びて、もうロン毛っていうものはやったので、ロン毛伸ばすとこういう風になるっていうお客さん目線を確認したいっていう検証もある程度済んだので、もうちょっとうざすぎるんで切ろうと思います。で、最終的にはもうめっちゃ短いもうショートみたいな感じにもういきなり切ろうかなと思ったんですけど、金髪とかにして、でもどうせだったらその間この長いところから変わっていく段階の髪型をこういちいちこうやって撮影して、その時のスタイリングだったりとか、その髪型のそのポイントだったりとか、変わっていく感じっていうのが見れるのも絵的にはいいのかなっていう感じですね。で、今がこっから切りますよっていう、これぐらい長いんですよ。そうだからこんなにもう長いですから、なんだろうね、今日のスタイルはマッシュっぽいっていうのかな、マッシュルフっぽいっていう感じでこうパーマをかけた感じで、少しこの前髪が僕から長いんで、前髪をちょっとこう作るような感じのスタイルで今回のスタイルはちょっとやってみようと思いますので、じゃあちょっともうやっていきます。はい、じゃあ今ちょっとシャンプーしてきましたんで、ほら長いですよ。そうだからせっかくなんで少しセルフカットしようかなと思いまして。そうだね、こういうイメージでっていうのを伝わりやすいように見せた方がいいんじゃない。だからこういう感じの長さですね。こういうちょっと前髪下ろしても大丈夫なようなみたいな、これもだからすごいオーダーが多くて要望多いスタイル。こういうね、あれですよ、顔は違いますからね、これね。あえてハードルを上げておくっていう上げといた方がいいし、ストイックガン上げこういう風になりますから、僕が顔はなりませんからね。だからいきますよ。セルフカットってうまい美容さんってうまいよね。セルフカットしたことないんだよな。こっち切っていいのかな。これで切ってこうやって上げたらこの辺になっちゃうってやつあるよね。長さはしくれないからちょっと慎重になろう。それでいっちゃうよ。ほら、これだけですげえ上がっちゃった。これぐらいでよかったんじゃない？これやばくない？ちょっと切りすぎここ切りすぎてちょっとスタイル変更しなきゃいけないかもしれない。持ってるのの下切るんですよ、普通。そうだ。美容師さんもね、自分の髪切るのがうまいわけじゃないですからね。ビートルズでもこういうオールドなマッシュってこうやって綺麗に切るときは切れんじゃねみんな。
よくこういうウィッグをクランプを寝かしてこうやって切るとこういうレイヤー入りますみたいな、その通りにやればいいんじゃないのって職質ヘアですじゃあ、あとはちょっと切ってもらいますね。はい、ちょっと別日になっちゃうんですけど、カットしちょっとしてる時間がなくて、今パーマかけましたよっていう感じです。今がまあちょっと緩いかもしれないですけど、フォワードの前にこう下ろしてる状態のスタイルでちょっとやってみますね。まず元を乾かしたい。まあいろんな方向から風を当てて、あんまりなんか癖を強制しないような感じで乾かしたい。なんか懐かしい感じなんだよね、この髪。こういう風にしてた時があった。まあこうやると結構もうゆるゆるになっちゃう感じ、なんかボハッとなってる感じね。見えてる？で、まあやっぱりこれも髪にちょっと吸わせといた方がいいんで、いつものこのバームとこのオイル N ドット、まあこれは別に N ドットじゃなくてもうね、今は素晴らしいスタイリング剤がいっぱいありますからいいと思うんですけど、まあこういう髪だったらまあこれぐらいにこれぐらい半1プッシュ半ぐらいつけて、こうやって一回中側に爆発させるようにつけちゃう。まあバームなんでこういう生え際とか襟足とか肌に近いところにつけても全然悪くないと思うんで、だからこれカットがね結構まだ全然日が経ってないから軽いから、もうこのバームとかだけでもむしろ結構セットできちゃうと思うんですけど、なんかこういうバサバサぐらいもなんかありというか、こういう感じ。後ろがちょっと見えないから、まあなんかこうちょっとボリュームはこう持ってきてこういう風にするのかな、この形だと。まあなんて言うんだろう、こういう風につながってるような感じでちょっと襟足とかがある感じみたいなスタイルなんで、でも首が開いたからだいぶね切って変わった感じはしますよね。バームだけだとこういうバサっていうなんかボフッとした感じのスタイリングになるんで、まあちょっとしっかり立体感とかもうちょっと潰したい時なんかはやっぱムース、今回はこの BS スタイリングワックスフォームっていうのを使いますよ。これぐらいかな。これの時はそんなバキバキに固める必要ないから。まあでもムースって泡ですけど結局液体なんで、髪の毛につける時のなんか吸わせやすさみたいなのがすごいしっかり簡単なんで、
こういうふうに吸わせるとそれなりにこうなんかパサッとした部分としっかりした太い束感とが混ざって、なんかこう吸った部分がすごくこうちっちゃくなってくれてっていう立体感は出るかな。だから全部がボフっていう感じになっちゃうよりは、こうちっちゃいシルエットの中で束感になってるみたいには見えやすいかなと。これぐらいでも結構うざいけどな、やっぱり前フォワードっていうスタイルは。オイルバームやってムースとかやっとくと結構こう安心感はあるんじゃないかな。で結構こっからさらにキープしたい人はこの上からちょっとこう表面だけを握る感じでグリースとかジェルっていう人もいます、僕のお客さんだと。それがやっぱ最強って言ってただから1日持たせるとかそういう風に考えたらなんでしょうね。ただやっぱそれつけるとあんまりいじれなくなるなっていうのはあるからね。こんなかな。見えてるのかなこれ。そうだからこういう感じだとだいぶ違うよね。こうやって前に下ろすスタイルだとこういうメガネの見え方も変わるし、まあ全身で見るとこんな感じ。で帽子、そのまんまかぶり。まあだからちょっとうざいですけど、こういう風にそのまんまバフってかぶるっていう感じもまあまあありっちゃあり。こんな感じね。でこうやってかぶってこうやってかけるっていう風にも、にもなる。まあこれの方がかぶりやすいんだと思うんですよね、みんな。まあロン毛の時よりもこう出てザラーンっていうのが肩ぐらいまであったのが、こうやってこの間が開くだけで全然違うんで、まあだからなんだろう、みんながやりやすいこう髪が長めのロン毛って多分実際これぐらいだと思うんですよ。実際これでももう、まあ、ロン毛っていうとちょっと短いのかもしれないけど長いから、キャップとかかぶるのにはやりやすい長さっていうか、こうダランって出ちゃうよりもね、ここら辺で外跳ねしてるぐらい。まああんなセットしないでただすぐこうなってると思います。それはね、まあこれも一つの検証なんで、たまにはスタイリングする日、こうね前に下ろしてる日がこうあった方がいいなと思うんですけど。で、ちょっと待って、こういう風にわざとこうやって、これあれか。そうじゃないセットするときなんかはこうやってオールバックっぽくしちゃって、こうやって耳にかけとくみたいな。でまあこうちょっと適当にこうなったりとかなる分には
まあこれはこれでいいんじゃないですかね。前髪とかが短いからいわゆるこういう感じとかではないけど、結構海外の人とかで前髪短くてもこう分けてこういう風になってるみたいなで、こういうぐらいの長さでこういうのやりたいっていうオーダー結構最近多い。まあその時はちょっとこっちがこうちっちゃくなってくれた方がいいかもしれないですけど、これぐらいでもまあいいんじゃないですか。そうなのかな、あんま見えないけど。そう、逆にこうなんかこの襟足があることがね、すっきりしてる、完全にすっきりしてる感じでも見えないから。そうだからやっぱりその前に下ろしてるのとこの額が出てるのって結構印象がやっぱ違いますよね。まあこういうスタイル、まあちょっとこう2ウェイ行ったりはしやすいのかな、レイヤーが入ってたりはする感じなんで。だからこういう前髪が短いんだったらこの立ち上がりのとこだけちょっとこうブリースとかしっかりつけてブワッてこうなってたりとか、オールバックっぽいこういう感じをちょっと強めに出しちゃったりしてもいいのかも。まあ今はやんなくていいかなそう、こういう風につけてね、でこういう流れとかを結構あえて出しちゃって、でここら辺ザクってやってるみたいな。まあこういうのも結構僕らのカットがこういろんな方向に行ってもいいように全部の方向にカットを入れてるから、まあよりやりやすいっていうのは多分あるんで、あんまりこうカチッて切られたスタイルだとそうなりにくかったりはするんで、その時そういう場合はやっぱりこうスタイリング剤の量とか、そういうので調整する感じがいいかなと。はい、まあそんな感じでちょっと髪を切ってみました。まあ僕的にはもうすっきりして快適カットしただけで、バフってこないだけで、まあ結べる楽さとかもありましたけど、やっぱりねなんか本当にこう涼しいっていうのもすごいわかるし、まあこんな感じでだからまた次切るっていう、まあどうなんだろう、次やれるのがどういうスタイルになるかどうかわかんないけど、まあ一番最初にやってた僕がこう上だけ長くてあとすっきりしてるみたいな感じにして、その後またショートにしてとかしたりするかもしれないですよね。でやっぱりこのレングスが変わってくると、まあまだ髪が長いからちょっと今まで紹介したスタイリング剤と似てたと思うんですけど、こう短くなってくるとまたスタイリング剤の種類も変わってくるんで、まあ、そういう時だったらそのショートの感じで見たい人も参考になると思うんで、それはぜひ待っててください。今回は髪型を変えましたっていう動画でした。はい、でこれ最後の方にもこういう皆さんが気にするこのふわふわふわって出てくるけどここがくせ毛なんですよっていうのがね、これでいいんじゃないかと思ったのが、このもみあげっていう部分とこっちにかける部分っていうのを自分の中でどっちかちゃんと決めて、こっち側にかかる部分、上の部分はここにかかる長さぐらいまでこう伸ばしてあげて、その下とかは買ったりしなくてもいいんです。すきばさみとかでずーってこう切って、なんだろう、もみあげの産毛の延長みたいにするとなんかそんな不自然じゃないなと思いましたね、僕みたいな髪でも。これもだから一切手つけないでもうそのまま伸ばしてたんですけど、確かにほわほわして嫌っていう気持ちはすごくわかります。やっぱりそのね、こうやっておじさんだとね、あんまこう汚らしくなっちゃうと良くないっていうのもあるから、けど買っちゃうとなんかそのせっかくね全部バーって伸ばしてなんだろう、ナチュラルっぽい感じが消えちゃってもそれも良くないと思うんで、まあ普通のなんかそのひげを整える身だしなみみたいなノリで、このもみあげとしていい、これなんていうんだろうな、この耳の穴からの高さから下とかはそれぐらいにしちゃってもいいんじゃないですかね。ただやっぱ刈るとその加工っぽい感じっていうのがどうしても出ちゃって、まあツーブロとかそういうものに見せないようなスタイルをせっかくしてるんであれば、まあそういう風に短く整えちゃってこうスタイリングで一緒に撫でてあげるっていう感じにしてもいいなっていうのは
最後の検証で思ったね。これは最後に伝えると思う。